んにちは、ノリスピロリンです。こちらのコミュニティでも紹介させていただきましたが、チャンクさんの東京のイベントの公式グッズ紹介されてましたね。イベントに行かれる皆さんは楽しみですよね。皆さんイベントどうされるのかなと思ってアンケートを取らせていただいたんですが、やはりね、やっぱり東京のイベントなので行きたいけど行けないっていう人がね 70% ほどいらっしゃいましたね。コロナのこともあるので、医療に従事されている方はね、お仕事柄ね、県外に行くのって難しいですよね。残念なのですが、でももう私が連歩してくるのでご安心ください。写真とかはね、多分撮ることができないかなと思うんですが、しっかりこの目で見ていきますので、皆さんお楽しみに。行けなかった方にもね、イベント終わったらファンクラブでもその様子公開してくれたり、あとグッズのね販売とかねしてくれたらね嬉しいですよね。ぜひチャンクさんよろしくお願いします。前回も言ったんですけど、私が行くのは後半の週なんで、グッズがねなくなってたりしたらねと思ったらね、ちょっと心配なんですけど、あることを願っていきたいと思います。ね、ぜひね、皆さん見かけたら声かけてくださいね。もうどんなだったかはね、私が紹介しますんで、行けない方も楽しみにしていてください。そしてね、これを見ると、また、あんならすまならを見たくなるっていうね、情報をね、今日は紹介したいと思います。実はね、先日、アンナラスマナラの公開日から、アンナラスマナラ漬けになるほど、もう見てるっていうね、チャンクンペンさんからね、ご相談いただいた内容なんですけど、ちょうど3話ぐらいの愛が、ね、落ち込んでる時に、リウルがね、古いトランプを愛にプレゼントするっていうシーンがあるんですけど、なんかこう遊園地のこの建物の中からリウルが出てきてトランプを渡すまでにね、こうちょっと会話が続くんですけど、でそれでその会話が終わってではみたいな感じで出ていく時に、別れ際にこのね右袖のシャツに結婚がっていうシーンがあるんですよ。違ってみたいな感じで覚えてますかね。でもね、これねよくよく見ると建物から出てきて、だから右袖がねこうチラって見えるシーンがあるんですけど、でそのシーンを何度見ても結婚がなくって、だから一人で悩んでますっていうねご質問いただいたんですよ。もうね、でもめっちゃちゃんと見てますよね。で私ね、結構あんならすまなら見てたと思ったんですけど、全然ね気がついてなくって、さすがね、あんならすまなら漬けになってるだけあるなと思いました。ありがとうございます。でね、私もその後調べてみたんですよ。もうこんなん調べるの大好きなんで。で、そしたらね、その通り、初めはね血がついてないんですよ。で、その後、出てきてからリウルの右袖が見えるたびにちょっとスクショしてみました。そしたらこうね、私なりの推理ができたんですけど、皆さん聞いていただいていいですか。まずはこちらの写真。建物からね、これねリウルが出てきた時のシーンなんですけど、このシーンではね右腕の部分なんだかね血の筋のようなものが見えるんですよ。これなんとなくね、ここのところ赤いなんだかね筋のようなものが見えるんですけど、でこちらはもうこれで、でも多分ねこうやってスクショするからこれ赤い筋みたいなのが見えるって思うんですけど、これ多分パッと見全然わからないですよね。でそしてこちらが逆の腕の方なんですけど、これと比べると明らかに逆の腕は何もないんですよ。そしてこのシーン、特に袖にねこれね血があるとするとね、こうやったらここです。こうやったかな、こうやったら絶対に見えますよね。なのに気づかないっていうのはね、これねまだね血が広がってないと私は推測したんですよ。でそしてこのシーン、なんだかねさっきより血が滲んできてませんか。そしてね、
なんかこの手首から見えるちょっと包帯みたいなもの、これね、私の推理によるとね、私の勝手な推理なんですけど、リウルがね、前の日の晩にね、レイの店長と揉み合って怪我して、で包帯を巻いているっていうね、設定じゃないかなと思うんですよね。そしてその傷が開いて、何らかで開いて、で少しずつ血がにじんできてる。ここまで来るとね、血がにじんできてるのがちょっとわかりますよね。でそしてこの最後のシーンなんですけど、ということは、先ほどからも説明させていただいた私の推理では、リウルの部屋に血の跡があったっていうのが後で出てくる場面があるんですけど、それはリウルの血なんですよ。で店長と揉み合った際にリウルがナイフで怪我をした。そしてその傷に、包帯を巻いてたけど、何らかの拍子に傷が開いてしまったことで、少しずつシャツに血がにじんでいるという設定ではと思ったんですね。どうなんでしょう。これだとするとね、この細かい描写するってね、このアンナラスマダラの制作陣の心意気みたいなのを感じませんか？現にね、私も何回も見て気づかなかったんで、でもね、これに気づいたね、チャン・クンペンさん素晴らしいと私は思いました。でもめっちゃ見てますよね。でこれがね、制作陣の意図だとするとね、視聴者に気づいてもらって、でもちょっと絶対嬉しいですよね、制作陣の人で。そんな感じで今日は少しね、ちょっと細かいシーンを紹介させていただきました。皆さんぜひこのシーンもう一度見比べてみてください。そしてね、この情報をくださったチャン・クンペンさん、本当にありがとうございました。またね、細かいことに気づいたら教えてください。私も細かいことを調べるの大好きなんで。それでは今日はハッシー教授の愛弟子とも言える純子さんの妄想劇でお楽しみください。ピロリンさん、こんにちは。いつも番組を楽しみにしています。特典映像も大好き。ありがとうございます。特典映像ね、もうね、チャン君可愛いシーンいっぱいあるんでね、私も今日はこれにしようピッて言ってものすごく簡単に決めてるんですけど、でもね、もうそれぐらい魅力がいっぱいっていうのがチャンさんなんですよ。そしてコメント紹介していただきありがとうございます。嬉しいです。私もアパレル関係メンツの仕事をしているので、チャン君のドラマの衣装にはいつも関心があり、今回のリウルの衣装、特にアンティークな雰囲気の白シャツにはすごく惹かれました。私も着てみたいです。今回すごく可愛いシャツ多いですよね、本当に。今回ピロリンさんはシーンごとの衣装について細かくお話しされていたので、とても勉強になりました。ありがとうございます。シルクハットに塩ビ服。ピロリンさんはシュッとしてモデルのように身長もおありになる方なので、とてもお似合いになると思いました。ありがとうございます。いつもね、スザンヌがね、着てるような可愛い服いいなーって思うんですけど、全くね、似合わないんです。テーラーのジャケットとかね、シャツとかはね、結構ね、その中でも似合う方なんで、逆に純子さんがおっしゃるように、もうこういう塩ビ服いい感じだと思います。ありがとうございます。そしてついチャン君とお揃いのコスチュームでステッキとか持って歌い踊るピロリンさんとチャン君を妄想しました。あら、うわ、嬉しい、やりたい、ありがとうございます。リハーサル場面、ピロちゃん、僕がステップ踏むから、なんか始まってます。ありがとうございます。ピロちゃん、僕がステップ踏むから、花トゥーセでステップ踏んで、僕の隣に来て腕を組んでね。めっちゃいい。ちょっと緊張気味のピロリンさん、チャン君ミスしたら嫌だよ。チャン君、ピロリンさんの手を取り、なんか手だけでも嬉しいですね。手のひらに指で人という字を書いて、それを飲み込んでみて。緊張しなくなるおまじないだよ。僕が書いてあげるね。チャンクさん、漢字書ける。すごい。ありがとうございます。彼の優しさが手のひらに温かく広がっていく。ちょっとくすぐったいかも。
こな笑いが出たからもう大丈夫だなとピロリンさんのおでこにそっとデコピンした。もうねおでこと手は洗いませんさあもう一度さっきのステップからやろうねピロちゃん、ファイティンそう言って彼はインディアンエクボが現れる満面の笑みを浮かべてガッツポーズし、ピロリンさんの手を取り自分の腕を絡ませて2人でギシギシダンスっぽいステップを踏みながらセットに向かうのであった。いいですね。なんかてかもう2人とも手触りすぎ私の勝手でピロちゃんなどとピロリンさんを妄想ヒロインにしちゃってピロリンさんミヤネよ失礼しました。それではアンニョーといただきました。いえいえもうねめっちゃ楽しすぎます。それこそねピロちゃんってね呼ばれるだけでね嬉しいですよね。一度でいいから呼ばれてみたい。もう純子さん本当に素敵な妄想劇ありがとうございました。で私もギシギシダンス行きたいと思います。それでは今日のコメント紹介しますね。アディダスグッチと普及の名作遺族編の動画にいただいたコメントです。かよさんです。ピロリンさんこんばんは。こんばんは。コメントさせてもらうのは初めてですがいつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。チャンくんの歌素敵。ピロリンさんが言うように前から歌上手だったけどさらに歌唱力が上がっていて素敵。アンダラスマナラでは手品やダンスといろいろ事前に準備が必要だったとチャン君のインタビューか何かで読んだ気がしますが、アンダラスマナラの楽曲のためにボイストレーニングも改めてしたのかな。これもアンダラスマナラ効果かなと勝手に思っております。私もそうだと思います。で私の名前はかよです。普及の名曲で歌ったあの歌の歌詞に何回も「かよ」という歌詞が出てきます。確かになおとけやはかよおとけやまはかよですよね。ピがおるかよも出てきますしね。なんとそうかよって結構出てきますね。韓国はよくわからないなりに調べてみたら日本語で何々でしょうかみたいな意味みたいです。間違ってるかも。いや多分そんな感じだと思います。ですが何回もかよかよって歌うからチャン君が自分を優しく呼んでくれてるみたいでとっても幸せな気分になりメロメロ。いいですね。この偶然の嬉しさをピロリンさんにも知ってもらいたくてコメントさせていただきました。ちなみにあの曲で8回も私を呼んでくれました。数えたんかいもう自分で突っ込んでくださってます。すごいね。完全な私の妄想ですが嬉しすぎて長文になりました。これからも楽しみにしていますのでピロリンさん頑張ってくださいねといただきました。もうかよさんめっちゃいい、めっちゃ羨ましい。もうねチャンウクさんにねこれね呼ばれてると思うとねテンション上がりますよね。さっきのね純子さんの妄想劇でもテンション上がったのに本当にねチャンウクさんに呼ばれていると妄想したら歌の中でも最高ですよね。でもいいな。さすがにでも拾いはないですねで最後に、特典映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価チャンネル登録コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ドリーズプロリンでした。アンニョーン。